皆さんこんにちは、ガジェログです。今回は Amazfit GTS4 mini の初期設定についてご紹介したいと思います。まず最初に iPhone 版の ZEP アプリ、その後に Android 版の ZEP アプリと移っていきます。そして後半にはですね、Android 版の ZEP アプリを使ったより使いやすくするために必要な設定についてご紹介しています。ではまず最初にペアリングする前にお願いしたい点は、案内に沿ってアカウントの作成をあらかじめお願いいたします。ログインができている状態になりましたら、この後のペアリング方法に移っていきたいと思います。それでは本日も行ってみましょう。アカウントの取得ができましたら、このプロフィールですね、このデバイスの追加というところをタップします。そうしますと上から順に腕時計、バンド、イヤホンというふうに並んでいますが、Amazfit GTS4 mini に関しましては腕時計になりますので、こちらをタップします。そうしますとね、このように情報が収集され処理されますよってありますが、同意しないと進みませんので、同意をします。そして順番が前後しますが、こちらの GTS4 mini の方の言語設定を進めていきます。はい。日本語が母語の方は日本語を選んでいただいて、QR コードが次に出てきました。そうしましたら iPhone の方でもうすでにね、カメラがこのように起動していますので、この QR コードをこちらでこうやってね、読み取ります。そうしますとね、Bluetooth でペアリング中と今出てきましたけども、ウォッチの方にバインドのリクエストを承認しますかとありますので、承認を押します。はい。今ね、ペアリング中になりました。そうしますと、今度はウォッチの方にペアリング要求が出てきましたので iPhone の方でペアリングをタップします。通知も許可をします。そしてウォッチの方にもようこそと出てきましたので、説明に移動しますかというので OK をします。そうしますとウォッチの方にどうやって操作するかの案内が出てきますね。右から左にスワイプすると、はい、進んでいくことができます。最初の説明が完了しましたとありますね。今すぐ試すをタップしますと、ホーム画面に入りました。そうこうしているうちにアプリの方も準備が完了しましたと出てきまして、このように案内が出てきました。そして完了をしますと、もうペアリングが済んでいる状態になって使える状態になりました。ここまですんなりときましたけど、ポイントが一つあります。まずウォッチの方電源入れてしまいますと、Bluetooth の接続要求っていうのが iPhone の方から来てしまって、もしかしたら同意を押してしまっていますと、ペアリングがその後うまくいかないケースもあります。そうしましたら一旦 iPhone の方のこの Bluetooth の設定の項目を見ていただきますと、ここの Amazfit GTS4 mini という項目がもしありまして、接続済みにもしなっていましたら、青印の I のマークをタップすると、このデバイスの登録を解除っていうのがありますので、解除していただければペアリングが一旦解除されます。その上でもう一度初期設定をスタートする方がうまくいく可能性がありますので、コツとして覚えておくと後々ね、助かることがあるかもしれません。ではまず最初にですね、ZEP アプリを起動します。この状態で少し待機していただければと思いますが、まずこちらの方ね、電源を入れていただく形になりますので、サイドボタンを長押しします。そうしますとね、電源が投入されますと、言語設定からスタートしますので、私の場合は日本語を選びます。そうしましたら QR コードが出てきました。この状態になりましたら、先ほどの ZEP アプリの追加というところをタップします。次にスマートウォッチは腕時計になりますので、ここをタップします。そうしますと QR コードを読み取るためのカメラが起動しましたので、このように読み取りますと、あっという間に読み取りが完了しました。ここからね、少し展開が早くなるかもしれませんので、ぜひご覧ください。ぐるっと震えまして、リクエスト承認しますかって出ましたので、承認します。そうしますと、ペアリング開始されまして、あっという間にね、ペアリングが完了しました。こちらにようこそと出ていますので、説明に移動しますかってあったので、レ点を押します。そうしますとね、若干ですけど操作方法について案内が出てきました。では、アプリの方の設定もこのままちょっと見ていきたいと思いますが、新しいデバイスとして設定、もしくはアカウント情報を同期と出てきました。どちらを選ぶか悩むと思います。Amazfit GTS4 mini を初めて使う方に関しましては、新しいデバイスとして設定を選んでください。今まで使っていたデータを少しでも引き継ぎたいよっていうことであれば、アカウント情報を同期を選ぶということになります。はい。そうしますとね、どちらかを選択しますと、こういった画面にそのうちになると思います。これはペアリングがもう終わっている状態になります。そして先ほどこちらのウォッチ側の画面になりますけど、こういった操作方法をね、案内してくれていますけども、こういうようにスワイプしていきますと、この画面を終了させることができます。
最初の説明が完了しました。今すぐ試すとありますので、レ点を押します。はい。これでホーム画面に来まして、ペアリングが完了したことがわかります。では、ペアリングが完了しましたので、より快適に使っていく上で必要な設定方法について、おすすめ設定ということでご紹介している動画に移ります。では、この後も引き続きご覧ください。では最初のおすすめの設定になりますけども、それはこの文字盤のカスタムになります。そのカスタムができる文字盤とできない文字盤があるんですけども、できる文字盤は今お見せしているこちらの文字盤になっています。そのカスタムをどうやるかっていうことになりますけど、文字盤によってカスタムができる部分っていうのは変わってきますが、こちらの文字盤に関しましては、この真ん中の3つになります。バッテリーの部分、そして歩数の部分、またカロリーの部分ですね。この3つの部分を変更することは可能でした。ではどうやるかになりますが、画面を長押しします。はい。そうしますと、この青い部分ですね。鉛筆マークみたいなものがありますので、ここをタップします。そうしますと、こういった画面が出てきまして、バッテリーの部分がね、今こう枠になっていまして、変更できますよっていう状態になっています。ここをタップします。はい。そうしますと、今、風力の階級って出てますけどね、合計の PAI になっています。そしてまたバッテリーに戻ってきまして、こちらに関しましては3種類変更することが可能です。そして真ん中の部分も見てみたいと思いますが、歩数、立つですね、3度、1時間あたりに1回立ったかどうかっていうことになりますね。そして距離になります。大気の質ですね。そして歩数に戻ってきましたので、この中からお好きなものを選ぶことが可能になっています。そして一番右側になりますが、カロリーの部分、湿気が出てきました。そして紫外線の強さですね。またカロリーという風に戻ってきましたので、必ずしも全ての項目で同じものが選べるわけではないようですが、この中で好きなものを選ぶってことになると思いますので、今回はこのカロリーの部分を紫外線の指数にしてみたいと思います。真ん中の部分を大気の質にしてみたいと思います。バッテリーのところを風力って書いてありますけど、結局風速になると思いますが、このようにしてみたいと思います。で、この状態でもういいよってことであれば、このサイドボタンを1回押します。そうしますと、設定した状態に固定されるってことになります。今この情報はね、私は適当にやってみますので、実用的じゃないかもしれませんが、このようにね、変更することができますので、もしカスタマイズしてみたいよってことであればね、ぜひご自分が使っている文字盤をこのように長押しして、鉛筆マークが出てくるかどうかをご覧いただければと思います。では、標準で入っているこちらの文字盤もカスタマイズが可能かどうかを見てみたいと思います。はい。というわけで、この青い部分、先ほどの鉛筆マークみたいなものは出てきませんでしたので、この文字盤に関してはカスタマイズすることはできないということになります。ここが一つ目安になりますので、ここに鉛筆マークが出てくるかどうかをご覧いただければと思います。次にご紹介しますのは、こちらのサイドボタンありますね。これはめちゃめちゃ便利なんですけども、これを長押しをしますと、好きな機能を呼び出しすることができるようになります。ではね、ちょっとやってみたいと思いますが、私の場合はこうなっています。Amazon のあれが出てくるようにしてあります。今ね、ちょっと接続ができていないんですけども、このように好きな機能をここに割り当てることが可能になっています。ではこれをね、どういう風に変更するかということなんですが、実はこのウォッチ本体でもできますし、スマホのアプリを使って変更することも可能なんですけども、ウォッチ本体を使ってね、ちょっとやってみたいと思います。こちらを1回押します。そして設定ですね。まず設定を出していただきます。そうしまして、この個人設定というところを出します。そうしますと上からこの3番目の部分になります。こちらですね。側面のボタンを長押しっていうところがありますので、ここをタップします。そうしますとね、サイドボタンを長押してクイックスタートと出てきますね。ここの部分になります。で、今 Amazon のあれになっていますね。で、ご自分の好きなものをここから選ぶっていうことによって、長押しでそれぞれの機能を呼び出しが可能になってきます。そうですね。例えば、よく使う機能、他に何かあるかってことを考えると、皆さんそれぞれだと思いますが、ちょっとわかりやすいように懐中電灯を呼び出してみたいと思います。はい、設定をしました。そうしましたらサイドボタンを1回押すと決定になります。ではね、実際にその機能が働くかどうかを見てみたいと思います。長押しをします。このようにサイドボタン長押しで懐中電灯が起動するようになりました。こういう風にして自分のよく使う機能をここに割り当てることによってめちゃめちゃね、その機能呼び出しが本当にクイックになりますので便利になると思います。では次に標準のまま使っている方も多いと思うんですけども、この
ホームから左側に出てくるこちらの画面になります。これはね、標準のままこのように固定されている部分になります。Amazon のあれになりますね。そしてその下にカウントダウン、これはタイマーになります。そしてその下にストップウォッチが出てきていますが、この下のボタンを押していただきますと、私が設定したこの2つ以外に追加で、例えば天気をつけたり、そして数日間の天気、PAI、血中酸素っていう風にね、こういった以外にもたくさんありますけども、ここのホーム画面のこの左の部分に様々な機能を追加することが可能になっています。で、例えばですが、睡眠を追加してみたいと思います。睡眠の部分を一番上に持っていきたいよってことであれば、こうやって移動させることもできますので、一番上に持っていきたいと思います。で、これで決定をします。では、ホームに戻って、もう一度左スワイプしますと、このように睡眠情報が出てきました。並び方もね、変更した通りになっていますね。ですので、ホーム画面からこの左のこの部分になりますが、ご自分の使いやすいようにね、すぐね、ショートカット可能になっていますので、使う機能を割り当てると便利になると思います。では次に、このホーム画面のこちらになります。右方向ですね。この部分を実は使いやすいように変更することも可能になります。そしてね、先ほどの画面に戻ってきますけども、これに関しましてはアプリを使った方が結構早くできますので、ZEP のアプリを使ってみたいと思います。ではアプリを使って設定をしていきたいと思いますが、こちらは Android 版のアプリの画面になっています。iPhone の方でも同じような画面構成になっていますので、臨機応変に対応をお願いいたします。まず最初にですね、このスマートウォッチの設定というのを開きます。そうしましたら、このクイックアクセスアプリを編集というのがありますので、こちらをタップします。一覧が出てきましたけども、上から睡眠、心拍、血中酸素という風に来て、最後にミュージックになっていますね。この並び方が一番上から、まず睡眠、そして心拍数、血中酸素、運動の記録ですね。そしてアラームの設定、音楽再生コントロールへと続いて、そしてここは固定になっていますね。いわゆるこの部分になります。ここをどうするかっていうことになりますが、例えばこの中にストレスを追加したいよってことであれば、この下の部分からこういう風に持ってきていただいて、保存を押します。そうしますと今ね、画面がちょっと変わりましたけども、ストレスの部分が最初に右スワイプで最初に出てきました。設定自体もね、このように入っています。こうして編集、変更、追加っていうのができるようになっています。それではやっぱりストレスいらないよっていうことであれば、こういう風に消していただいて、また保存をすれば、ここから消えるっていうことになります。また他にまた追加したいっていうことであれば、この中にあるものしか追加することはできませんが、こういう風にして自分の使いやすいように調整することが可能になっています。ですのでね、結構いろんなところをいじることによって、本当に使い勝手が良くなると思いますので、標準のままね、使っている方、ぜひ時間がある時に変更されるといいのかなと思います。では次なんですが、このアプリの中のこの部分ですね、アプリ一覧の管理っていうのがあります。これどういう部分なのってことなんですけども、これ開いてみますとね、設定、運動、カウントダウン、ストップウォッチ、太陽と月っていう風に並びが出ていますね。これ実はですね、このサイドボタンを1回押しますと、こういったアプリ一覧ですね、この並び方がこのアプリ一覧の管理っていうところになります。私の場合は一番上にこの設定を持ってきていまして、よく使うのでここに持ってきています。その後よく使う運動、これワークアウトの部分ですね。またタイマーもね、使い勝手がいいようにこのように持ってきていますし、またストップウォッチ、太陽と月、日の出と日の入りとかね、月の出、月の入りみたいなね、そういった機能もありますけども、こういう風に使い勝手がいいように並び方を変えています。で、これも先ほどと同じように、例えば運動とカウントダウン入れ替えるっていうこともできます。ではやってみたいと思います。はい。変わりましたね。設定、カウントダウン、運動という風に変わりました。これも先ほどと同じように戻すっていうことも可能ですので、保存を押しますと、このように運動、カウントダウンというふうにね、ちゃんと入れ替わっていますね。というわけで、アプリ一覧の管理のカスタマイズ、並び方、追加、削除ですね。編集の方法についてもお伝えしました。では最後になりますけども、こういったスマートウォッチ購入される方の多くは、ワークアウト、運動をね、される方も多いと思いますけども、ワークアウトの各項目の並び方についても編集、カスタマイズしていきたいと思います。まず運動というところを開いていただきます。
一番上からウォーキング、そして屋内サイクリング、またフィットネスですね。軽い運動とかする場合によく使う項目をこの3つに限定して表示してあります。で、その他の運動はここの部分に隠されているわけですね。で、この一番下にこのギアのマークがありますので、変更する場合はここをタップしていきます。例えばなんですけども、この状態から屋外ランニングを追加する場合、この部分をタップします。プラスの部分ですね。そうしますと、運動の追加っていうのがありまして、各項目ごとにね、分かれているわけですね。ランニングになりますので、一番上の部分になります。すると、ランニング屋外と出てきましたね。で、ここをタップしていきます。そうしますと先ほどの3つの項目の一番上に入ってきました。ランニングが一番上で良ければこのままレ点の部分ですね、決定をして追加することになりますが、1個下がいいなっていうことであればこうやってね、移動させることも可能になっていますね。これ結構いいですよね。やっぱり一番使うものは一番上っていうのがいいと思いますので、今回はよく使うってことで一番上に決定していきたいと思います。はい、これで追加が入りました。他にももしね、変更される場合は、プラスボタンで先ほどと同じように項目から探していくっていうことになります。で、ちなみにですね、もしフィットネス例えばいらないよってことであれば、ここをタップします。そしたらこのゴミ箱マークがありますので、ここをタップします。はい、これで消えましたので、良ければレ点で決定をするってことになります。そうしますとね、この3つに限定されたわけですね。という風にして、必要なワークアウトをここに追加、そして並び方を変更させる。そしていらないものに関しては削除するってことも可能ですので、ぜひね、ここもやっぱり使い勝手ね、良くなりますので、一度やっておくといいのかなと思います。はい。というわけで、今回 Amazfit GTS4 Mini の初期設定についてご紹介しました。いかがでしたでしょうか？ iPhone 版にしても Android 版にしてもね、どちらにもペアリングすることもできますし、そして大まかにはなりますが、大体の使い方についても分かったんじゃないかなというふうに思います。その他にもいろんな細かな部分もあると思いますが、それに関しましてはいろいろ今後触っていって覚えていただければと思います。では、本日は以上となります。この動画が良かったよって方は高評価、そしてまだの方はぜひこの機会にチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。